天気だなぁ。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。昨日の真鶴での磯遊びと同じように、この日は気温が25度を超えて、夏のような気候でした。今回も、いつものように、ウェーダーを着て、水面から、石をひっくり返しながら、ウミウシを探していますが、このくらいの水温だったら、シュノーケリングもできそうでした。次回の葉山は、シュノーケリングをしながらの、ウミウシ探しにしようかな。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。今回は、どんなウミウシが、見つかるやろか。いました。多分、皆さんが、これかなと思ったやつで、正解です。石の右側に、オレンジ色っぽいウミウシが、くっついています。これです。最近、葉山では、なかなかウミウシが見つからない状態が続いていましたが、今回は、幸先の良いスタートとなりました。本身のウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、本身のウミウシです。オレンジ色っぽい実のが、特徴的ですが、色の濃さに、個体差があるようです。こちらは、さっきのとは、別の個体です。さっきのやつより、色が薄いですね。こちらも、また、別の個体です。この日は、本身のウミウシが、3匹立て続けに見つかったので、当たりの日だったのでしょう。今回の葉山も、前回と同様に、平磯の、奥の方を中心に探しています。今シーズンは、この辺りの方が、調子がいいんだよな。いました。葉山ではよく見る、焦げ茶色のウミウシが、くっついています。海藻がついている、少し下あたりを、探してみてください。これです。地味で、あまりウミウシっぽくは見えないので、見落としがちなウミウシでもあります。猫舌ウミウシです。大きさは、10ミリくらい、小さめサイズの、猫舌ウミウシです。一見すると、茶色の塊にしか、見えないのですが、よく見ると、触覚や、虹エラも、確認できます。虹エラの真ん中に、肛門があるのですが、なんか、アメフラシや、竜波貝みたいな、粘っこい液体を、出していますね。糞でもなさそうだけど、なんやろか。謎です。この日の潮回りは、大潮で、最大干潮時に、マイナス潮位になる日でした。めちゃくちゃ潮が引く日なので、いつもは深くて探せないような場所も、探すことができます。大潮の日は、満ち引きが早いので、ちょっとした隙に、さっきまで、潮だまりだった場所が、完全に干上がっている、なんてことも、よくあります。いました。極小サイズの赤いウミウシが、くっついています。かなり難しいですが、石の右下あたりを、探してみてください。
これです。このくらい小さいサイズでも、赤いやつは目立つので、比較的目につきやすいです。赤キセワタです。大きさは5ミリくらい、よく見る大きさの赤キセワタです。キセワタと名前がついているウミウシのグループは、触覚がないのっぺらぼうな姿をしているのが特徴です。触覚がなくてウミウシと言えるのかは疑問ですが、それ以外の特徴や遺伝子の解析からウミウシのグループとされています。ウミウシの分類は遺伝子解析が行われるようになって結構大きく変わったところもあります。天気も潮回りも良い上に、ゴールデンウィーク真っ只中の休日なので、磯に出てきている人もかなり多かったです。どこかの高校の磯の観察会が企画されていたみたいで、大勢の高校生が磯遊びを楽しんでいました。こういうイベントから磯の楽しさを知る人は多くて、生物系に進むきっかけになる人も多いんですよ。いました。それなりの大きさのウミウシなので、比較的見つけやすいです。石の真ん中より少し右に黄色のウミウシがくっついています。これです。このウミウシを自分で見つけるのは初めてやな。黄色クシエラウミウシです。初めて見つけたウミウシで、大きさは20ミリくらいでした。クシエラウミウシといえば、青クシエラウミウシを何度か見つけたことがありますが、黄色クシエラウミウシを見つけたのは初めてです。先々週の観察会で、他の参加者が見つけていたので、初めて見るというわけではありません。分布は、インド洋から西太平洋となっているので、どちらかというと、南の海に多いウミウシのようです。なんか、体に泡がたくさんついていますが、なんでやろな。天気が良くて、日差しが強かったので、首の後ろのあたりが痛くなるくらい日焼けをしてしまいました。5月や6月は予想以上に紫外線が強くなることが多いので、磯に出るときは日焼け対策をした方がいいですよ。いました。透明に近い白のウミウシなので、かなり見づらいです。石の左側を探してみてください。これです。石を持ち上げた状態で、わかりにくいときは、水につけてみると、わかりやすくなります。白枝ウミウシです。大きさは10ミリくらい小さめサイズの白枝ウミウシです。枝ウミウシの仲間はふさふさした樹状の突起が体の側面にたくさんついているのが特徴です。白枝ウミウシは特にこのふさふさが目立っている印象があります。樹状の突起は青白く光るらしいのですが、弱い光なので暗くしないとわからないみたいです。光っているところを一度は見てみたいですね。GoPro の電池が切れてしまいましたが、これだけ潮が引いているので、もう少しウミウシ探しを続けました。この時間帯に見つけたウミウシを
続けて紹介していきますね。プロカモフェルス、ケイロニクスです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、ケイロニクスです。日本語の名前がついていないウミウシなので、学名のまま、呼ばれています。突然、変な言葉を話し始めたので、何事かと思ったかもしれませんが、ウミウシ界隈では、よくあることです。ヒカリウミウシの仲間なので、突起の先端にある、ピンク色の部分が、光ります。エダウミウシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、エダウミウシです。さっき紹介した、白エダウミウシと、同じ仲間なので、ふさふさした部分が、光ります。ケイロニクスも、光る部分を持っているので、3つ連続して、光るウミウシですね。葉山よりも、真鶴で、多く見つけている、印象があります。赤星ウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、赤星ウミウシです。赤い水玉模様が、可愛いウミウシですが、肉食で、ウミウシを食べるウミウシとして、知られています。前回の動画で、赤星ウミウシが、実際にウミウシを食べているところを、紹介していますので、興味のある方は、そちらも見てくださいね。見た目によらず、かなりがっつり食いつきます。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、8種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。